にちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。岩牡蠣っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。岩牡蠣。っていうことでね、今年も買っちゃいました。ブランド岩牡蠣。その名も、夏木。夏の輝きと書いて、牡蠣とも読めますね。ちょうど去年も動画出したと思うんですけど、これがね、鳥取県産のブランド岩牡蠣ですね。で、夏場に食べる牡蠣といったら岩牡蠣なんですよ。夏は岩牡蠣、冬は真牡蠣でいきましょう。まあもちろんこの時期でも美味しい真牡蠣いっぱいありますけど、夏はね、やっぱ岩牡蠣食べんと始まらんって感じですね。で、この夏木っていう岩牡蠣がとにかくうめえ。全国のいろんな岩牡蠣を食べてきたっていうわけでもないんですけど、僕が今まで食べたことのある岩牡蠣部門ではナンバーワンですね、この子は。というわけで今日はこちらの夏木を使いまして2品作っていきたいと思います。1品目、夏木の牡蠣ポン酢。開けたてをポン酢でいただきますよ。で、2品目、ちょっと今日は変わった組み合わせでいきたいなと思ってこんなん買いました。これやばくないですか？これ国産黒毛のサーロイン。これを焼肉用にカットして、で、さらにその焼肉用になったやつを袋状にして、その袋の中にこの岩牡蠣を突っ込んで、焼いて、肉はよく焼き、牡蠣は半生で食べたいなと思います。なんかうまそうじゃないですか。はい、というわけで今日はこちらの2品でお送りしたいなと思います。よし、そしたらお肉はね、ちょっとまだ冷蔵庫から出したばっかなので、少し常温で置いときますね。で、お肉を常温で置いてる間に、夏木、こちら剥いていきますね。ちなみにこの夏木、インターネット通販で買ったんですけども、お一つ840円でございます。このサイズの岩牡蠣としたら、やや高。まあ、倍ぐらいしますね。さすがハイブランド岩牡蠣。お値段もいいね。ほいじゃあ、サクッと剥いていきます。でね、この夏木はね、なんか大きさがすごく整ってるんですよね。で岩牡蠣って本当に形がいびつなやつってめちゃめちゃ剥きにくいんですよね。形のいいとこしかないんですよね。剥き方は一緒ですね。ここら辺に、このナイフをグリグリグリと刺します。この境目がね、難しいんですよね、岩牡蠣ってね。ここら辺なんですよ。ここら辺ですね。ここら辺にナイフを入れて、あ、来た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 。ほら、わかります？これちょっと水がね、出てるの。ここが隙間でしたね。意外と上でしたね。ここでした。そしたら入ったら、ここに貝柱がありますんで、貝柱を断ち切る。少しでも貝柱が断ち切れちゃえば、こうやって開いてきますんでね。で、これ開いたら、ヒレヒレがついてますんで、ヒレヒレを下っ側に落とします。で、落としてるのを確認したら、せーの、パカッと。うわー、綺麗な牡蠣が出てきましたよ。日本海の綺麗な海で育った美味しい牡蠣。5回も出てきましたね。もう一個いきますよ。これはちょっと細長い形ですね。来た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 。ほら。はい、水が出てきました。よし、入った。入った入った入った。そしたら、ぐっと貝柱を落として、ちょっと開けて、で、人差し指で、こうやって開いて、で、街頭膜落として、で、落ちてるのが確認できたら、カット。うわ、これめちゃくちゃ綺麗に割れました。これ100点。これ100点です。入った入った。よし、来た。あ、これはね、殻が大きいパターンですね。ほら。重さ的にはこの子一番重かったんですけど、殻だけ大きいパターンでしたね。でもこういうのはね、結構奥行きがあるんで、ブリブリのやつが多いですね。ほら。こいつ勝て。こいつしぶと。開かな。どうしてもあかんやつはね、あかんのよね。もうそういう時はね、おとなしく焼いたり蒸したりしちゃいましょう。OK。そしたら生牡蠣を一度殻から出して洗っていきましょうか。下の貝柱も外して、これちょうどいい大きさなんですよね。大きすぎないこのサイズ感がいいんですよ。こんな感じね。で、お塩をちょっと。で、お塩でぬめりを取ります。小麦粉とか大根おろしとかでもいいんですけど、塩が一番ね、低コストで、それにね、大根おろしでやっちゃうと、排水口むちゃくちゃ詰まるんですよね。なんで僕は塩がおすすめ。で、お皿に牡蠣の殻を乗っけて、で、ちょっと水気を取って、で、よいしょと、盛り付けると。で、気になる人は、殻一度煮沸消毒してくださいね。一回煮沸消毒した方が、衛生的にはよろしいので。で、今日はすだポンでいきます。すだちとポン酢。すだちを添えて、あとは食べる直前で、ポン酢をかけて食べるだけ。一度冷やしておきましょう。そうしましたら、お肉いきましょう。まな板にアルコールをしっかりとかけて、
極上のサーロインですよ。油もね、このぐらいこんもりとついてたんですけど、すいてもらいました。あんま僕サーロインの切り方知らんのよね。サーロインといったらもうこのままこう切って1枚でステーキで食べるってイメージがあるんですけど、焼肉だと、ちょっとね間違ってるかもしれんけど、僕はまずここで1本いこうかな。ここで1つ落として、でここで1本落とすか。1個2個3個と。で今日はねこの根元のここ使いましょうか。贅沢にここをこう落として、牡蠣の幅がこれぐらいなんですよ。なのでこう並べた時にこう落としますか。1回このぐらい落とすか。でこれを縦に落とすと。うわめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。で2個だから2切れ作ると。こんな感じです。そしたらここに穴を開けます。ここの隙間にズボズボズボっと、この貫通しないように切れ込みを入れるっていうのもポイントですからね。 OK でこっち側も同じようにズボ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 。もうちょっと広い方がいいな。よし OK いい感じ。そしたら牡蠣に軽く下味をつけましょうか。ブラックペッパー結構多めにかけちゃいます。よし、そしたらこのサーロインで作った袋の中に岩牡蠣を詰めていく。入るかな。入った入った入った。ぴったり入りました。でこっちにも入れていくと。おしよ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 し。オッケー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 。きました。そしたらあとはようじで蓋をして、これで焼くだけですね。こちら側もようじでよいしょ。オッケー。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ食べていこう。じゃあまずは焼きはちょっと置いといて、こちらのキンキンに冷えた生牡蠣の方をつるっといかせていただきます。香りの強い濃いポン酢をちょこっとかけて、でここにすだちを自分のいいなと思っただけ、こんなもんで、今日はね殻煮沸消毒してないのでお箸で上品にいただきます。いただきます。うわっ、びっくりした。7対3ですね。いただきます。うわ、なんかここら辺がピクピクピクってする。うますぎて。だいぶ焼きもいい感じですね。さあ焼きはいいと思うんで一旦どかして、さあ今日のメインですよ。こちらサーロイン包みを焼いていきますよ。サーロインはね油がすごいんで、ゆっくり弱火で油をしっかり落としていきましょうか。うまそう。じっくり焼いていきましょうか。楽しみすぎるなこれは。その間に焼きいきましょうか。さあ生じゃこじ開けれなかったこの子も焼いちまえば。お、来た来た来た。せーの、パッカンパッカンチョ。おー大きい。これですよ、これこれ。火を通すといかに貝柱が太いか分かりますよね。よっと。じゃあ焼き牡蠣はねバター醤油でいきましょう。バターをたっぷりのせて上から炙ると。今日はバター醤油いただきます。焼き加減バッチリ。半生な感じがいい。たまりませんわ。ここ最近で先が一番うまいかもしれない。さあいい感じに焼けてきてますよ。これ焼けることによって切り口が塞がってきました。牡蠣はね半生でいこうかなって言ってたんですけど、意外とこれ火通るかもね。よし、じゃあもうそろそろいいですね。よし、じゃあ切っていきましょうか。よし、じゃあ参ります。
こんな感じです。めちゃくちゃうまそうです。火通ってますね。オッケーオッケー。じゃあ食べていきましょう。何で食べようかすごく迷ったんですけど、お塩をパラパラっと振って、ほんですだち。これに、これ、超高級キャビアを乗せたいなと。これ以前提供していただいたモトラジャパンさんのキャビアです。これね、モトラジャパンさんむちゃめちゃ太っ腹で、毎月ね、キャビアを送ってくれるんですよ。この貴族キャビア。もう最高級のやつですからね。スターレットっていう。本当にありがとうございます。ほら、これですよ。これがうまいんだ。お値段はね、やっぱ結構するんですけどね。これうまいですよ。僕の食べたことあるキャビアで、これが間違いなく一番うまいですね。これです。このブラックキャビアも贅沢に乗せちゃう。このキャビアの塩気も追加と。こんなんもううまいでしょ。いただきます。俺はとんでもない料理を作ったかもしれんぞ。これむちゃくちゃうまい。全部が調和してる。牡蠣もキャビアも肉も全部一級品なんで、いらんことせんのが一番うまい。というわけでもうちょっと今日はこのアングルから締めさせてもらいます。いやーうまかった。今日はものすごく贅沢をしてしまった回でございます。今日は肉の中に牡蠣を詰めて焼きましたけど、これね、アレンジするといろんな可能性があるね。この肉の中にね、キムチとか、あとチーズとか、あとえのきとか詰めても美味しそうだな。皆さんもぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。